構想から40年以上経過して、やっと動き出す延伸計画。町田祇園スタジアム、町田市立陸上競技場、高校や大学、団地へのアクセスは改善されるのか？多摩モノレール町田延伸のルート巡り、完全版。今日は多摩モノレール関連？そうです。以前に多摩モノレール箱根ヶ崎延伸の動画を出しましたが、今回は多摩モノレール町田延伸です。町田延伸もルートが決まってるようなので、今日はそのルートを巡ってみようと思います。以前に前編と後編の動画を出しましたが、今回の動画は、全ルートを巡る完全版です。完全版だけの追加情報もあります。解説役は、僕、スクッチです。僕、やっちは聞き役。それでは、旅ロボの深掘り旅、スタートです。旅ロボの、深掘り旅。やってきたのは、東京都多摩市にある、多摩センター駅です。多摩センター駅は、多摩モノレールだけでなく、小田急線、京王線も通っています。多摩モノレールの多摩センター駅は、小田急線と京王線からは少し離れています。多摩センター駅は終点ですが、その先にレールが伸びそうな雰囲気があります。多摩モノレール箱根ヶ崎延伸の動画に出てきた上北台駅も、似たような感じだったよね。多摩モノレールは延伸を前提に建設されたので、その先に伸ばせるように作ったのかもしれませんね。令和7年、2025年4月時点で、多摩モノレールは、多摩センター駅から上北台駅が開業しています。地図の赤い線が開業している多摩モノレールです。地図の上、北の終点が上北台駅で、下、南の終点が多摩センター駅です。東京都を南北につなぐ路線になっています。通っている自治体は、多摩市、八王子市、日野市、立川市、東大和市で、全部で19の駅があります。今回は、多摩モノレールの南側の延伸計画を深掘りします。多摩モノレール町田延伸というタイトルからわかるように、多摩センター駅から町田駅までの延伸計画です。多摩センター駅から町田駅までは、直線距離で約 9km あります。その間を直線ではなく、曲がりくねったルートでつなぐのが、多摩モノレール町田延伸の計画です。地図の赤い線が町田延伸ルートです。延伸ルートは約 16km あります。この町田延伸ルートは、令和3年、2021年に決定されました。箱根ヶ崎延伸の約 7km に比べると、2倍以上の距離です。スタート地点は多摩センター駅。ここから徒歩で町田延伸ルートを巡っていきます。約 16km 歩くってこと？そういうことになります。ただ歩くだけなら4時間くらいで町田駅まで行けるはずです。4時間。さすがに4時間歩き続けるのは無理なので、途中で休憩する場所を見つけてあります。休憩場所が屋内であることを祈る。上に通ってる道から見ると、延伸ルートがわかりやすそうだね。行ってみましょうか。モノレールが多摩センター駅に来るところでした。令和7年、2025年4月時点で、開業してる路線の長さは約 16km あります。町田方面に伸びるのは、今の路線と同じくらいの距離なんだね。そう考えると、かなり延伸される感じですよね。箱根ヶ崎延伸が約 7km なので、両方の延伸が完了すると、総延長が約 39km になると思います。それでも、当初の構想の約 42% です。町田延伸と箱根ヶ崎延伸以外にも、多摩モノレールの延伸構想があります。八王子延伸、是政延伸、羽村、秋川、あきるの延伸です。当初の構想にはありませんが、所沢延伸の話もあるようです。所沢って埼玉県だよね？そうです。埼玉県まで多摩モノレールが延伸する構想があるの？詳しいことは省きますが、そういう話もあるみたいです。町田延伸は、多摩センター駅からこの道を通って、町田駅方面に延伸する計画です。多摩モノレールが延伸することを見越して、道幅や中央分離帯を整備してあるのがわかります。多摩センター駅が終点になってるけど、道路的にはその先に延伸できる状態になってるんだね。需要の問題で、
多摩センター駅で止めたということなのかもしれませんね。上から道の様子を見たので、町田駅に向かって出発しようと思います。このままモノレールが延伸されたら、上の歩道にぶつかりそうだけど、どうするんだろう？この先は上り坂になってるので、モノレールはさらに上を通っていくような気がします。町田延伸はルートが決定しただけみたいなので、色々と想像することができます。でも、上の道をなくすことはないと思うので、下をくぐるか、さらに上を通るかの2択になると思います。それなら上を通りそうだね。そんなこの道は、多摩モノレール通りです。多摩モノレール通りは、多摩モノレールの下を通っていて、東京都立川市柴崎町4丁目まで続いています。立川市にある、奥多摩街道との交差点が終点で、起点はこれから行く方向にある、南多摩尾根幹線道路との交差点です。南多摩尾根幹線道路は、広大な中央分離帯がある道路です。南多摩尾根幹線道路は、町田延伸のために計画された道だったりするの？モノレールを通すには十分すぎるくらいの広さですが、町田延伸とは関係がないようです。でも、多摩モノレールとは関係があるみたいなので、その場所に行ったら解説しようと思います。着工に向けて動き出した箱根ヶ崎延伸、ルートが決定した町田延伸。その他に、実現する可能性が高いと言われているのが、八王子延伸です。八王子延伸ルートは、町田延伸ルートから分岐する形で構想されています。その分岐点になると言われているのが、この交差点です。今いるのは、黄色い星のところです。八王子延伸ルートは、そこから分岐して左、西に向かう計画です。町田延伸ルートはそのまま直進します。地図を拡大してみます。今いるのが黄色い星のところで、赤い線が町田延伸ルートです。青い線が八王子延伸で想定されているルートです。その先にも八王子延伸の構想ルートが続きますが、今回はここまでにしておきます。八王子延伸ルートは、メタセコイア通りを通る構想だそうです。現在は道幅が狭いので、モノレールを通すためには道の拡幅が必要になります。メタセコイア通りの両側にある街路樹は、メタセコイアだそうです。検索すると紅葉の写真が出てきます。それを見ると、この道はそのままにして欲しくなります。道路が拡幅されて、真ん中にモノレールが通ったら、今とは全く違う雰囲気になりそうだよね。それはそれでいい感じなのかもしれないけど、今のメタセコイア通りも捨てがたい。八王子延伸ルートは、向こうから来て、この交差点で右に曲がる構想になっています。町田延伸ルートは、この多摩モノレール通りを直進します。多摩モノレールの構想は、昭和にまで遡ります。昭和54年、1979年に、東京都が、多摩都市モノレール等基本計画調査を実施。昭和56年、1981年、多摩都市モノレール等基本計画で、全長約 93km の構想路線が発表されています。最初に開業したのは、立川北駅から上北台駅です。その区間が開業したのは、平成10年、1998年11月27日、平成12年、2000年1月10日に、立川北駅から多摩センター駅が開業しました。令和7年、2025年4月時点で開業しているのは、多摩センター駅から上北台駅の約 16km です。約 93km の構想がありながら、約 16km が開業してから、20年くらい動きがなかったことになります。やっとって感じだね。地元の人たちも、もう延伸しないと思っていたかもしれませんね。先に動き始めた箱根ヶ崎延伸ルートの開業は、2030年代半ばを目標にしてるみたいですが、間違ってる可能性はありますが、検討されたルートを地図で見てみます。町田延伸のルート選定では、A 案、B 案、B' 案、C 案の4つの案が検討されました。A 案と C 案は速達性を重視した案だったようです。B 案と B' 案は、需要を見込める拠点を経由したもので、一部ルートが違っていました。町田延伸ルートとして出してるこの地図は、令和3年、2021年に町田延伸ルートに選ばれた、B 案のルートです。A 案は多摩センター駅側で短絡するルートで、
その短絡部分を青い線で示してあります。B 案のように大回りしないのが、A 案の特徴です。紫の線で示してあるのが、B' 案のルートです。B' 案はほぼ B 案と同じで、B 案より手前で曲がるルートになっています。緑の線が C 案のルートです。C 案は、町田駅側で短絡するルートになっています。A 案と同じように、B 案に比べて大回りしないのが特徴です。全部の案のルートを重ねると、このようになります。わかりにくい地図で申し訳ありませんが、B 案は町田市内の主要拠点をおおむね通過するルートだそうです。多摩センター駅と町田駅の間を移動するなら、A 案か C 案の方が早くなってたってことだよね。そういうことです。距離も、A 案と C 案は約 13km で、B 案と B' 案は約 16km です。町田延伸は、町田市内の交通の利便性向上も目的の一つだと思うので、B 案になったんだと思います。箱根ヶ崎延伸はほぼ直線だったけど、事情が違うってことなんだろうね。そうなんだと思います。さっき話題に出した、南多摩尾根幹線道路の案内が出てきました。看板でも右方向と左方向で道が分かれています。それだけ中央分離帯が広いということなんだと思います。南多摩尾根幹線道路は、調布市の玉川原橋から、町田市の町田街道までの道路だそうです。調布市、稲城市、多摩市、八王子市、町田市を通っています。南多摩尾根幹線道路の長さは、16.6km。この交差点で交差してるのが、南多摩尾根幹線道路です。そして、この交差点が多摩モノレール通りの起点になります。交差点名は、多摩南野です。町田延伸ルートは、この交差点を直進していきます。道路が一方通行になってるけど、その隣にある広いところが中央分離帯なの？そうです。広いスペースの向こう側を見ると、車が反対方向に進んでるのがわかります。中央分離帯に自動車専用道路を作って、今ある道はその側道になると言われても納得できるくらいの幅ですよね。そうだね。でも、さっき南多摩尾根幹線道路は、多摩モノレールと関係があるって言ってたよね。町田延伸ルートは、南多摩尾根幹線道路をまたいでいく予定です。でも、八王子延伸ルートと是政延伸ルートは、南多摩尾根幹線道路を通る構想になっているようです。現在いる場所は、地図の黄色い星のところです。町田延伸ルートと交差している道が、南多摩尾根幹線道路です。地図を拡大してみます。黄色い星が今いる場所です。赤い線が町田延伸ルートで、青い線が八王子延伸の構想ルート、緑の線が是政延伸の構想ルートになっています。町田延伸ルートと是政延伸ルートは、多摩南の交差点で交差する構想になってるそうです。是政延伸ルートは八王子方面に行き、メタセコイア通りから北八王子延伸ルートと合流するみたいです。令和7年、2025年4月時点では、構想でしかありませんが、この中央分離帯にモノレールが通ることになるのかもしれません。もしこれ政延伸も実現するとしたら、ここでモノレールが交差することになるんだよね。そうだとしたら、上下2階建てな感じになるのかな？技術的な詳しいことはわかりませんが、素人考えだと、そうなるような気がします。町田延伸ルートは、こっち方面の多摩センター駅から来て、南多摩尾根幹線道路を通り過ぎて、町田駅方面に向かいます。是政延伸を想定して町田延伸ルートの駅を決めるなら、この多摩南の交差点に駅ができるのかもしれません。町田延伸は、令和3年、2021年にルートが決定しただけで、駅の場所などの詳しいことは、まだ決まっていないようです。具体的な計画が決まったら、箱根ヶ崎延伸みたいに、駅予定地を巡ることも考えています。町田延伸の駅予定地巡りも徒歩にするかは、要検討ってことになりそうだよね。そうですね。今回の撮影計画は、途中で断念することも想定済みです。でも、離脱ポイントは決めてないので、かなり危険な計画になっています。何を考えて計画を立てたかは、記念動画の裏話でって感じかな？そうですね。中央分離帯があるのはここまでで、この先は道が狭くなります。この辺から先は、道路の拡幅が必要な区間になります。5トン以上の貨物自動車は通り抜けができない道みたいです。
この辺で、多摩市から町田市に入ります。町田延伸ルートは、多摩センター駅がある多摩市より、町田駅がある町田市の区間の方が圧倒的に長くなっています。町田市に入りましたが、ここからが本番という感じです。今いるのは、黄色い星のところです。まだまだ先は長いね。休憩予定の場所にもついてないので、このまま歩き続けます。町田延伸ルートは、向こうの多摩センター駅方面から来て、この道から外れて進んでいく計画になっているようです。以前はこの道を進む計画だったようですが、変更になって、道がない区間を通ることになったみたいです。おそらく、この辺をまっすぐ進んでいくんだと思います。今いるのが、黄色い星のところです。赤い線が現在計画されている延伸ルートで、青い線がそれ以前に計画されていたルートです。地図のように、直線でモノレールが通るのかは不明です。航空写真で見るとよくわかりますが、現在の計画ルートは山の中を通っています。なんで変更になったの？変更になった理由は、この先を進むとわかるのかもしれません。この道は見通しが悪く、道幅も狭くなっています。バスも通っていましたが、大変そうでした。ここにモノレールを通すなら、かなりの拡幅が必要になると思います。民家はあるけど、地形的には拡幅できない感じではなさそうだよね。そうですね。簡単ではないと思いますが、拡幅してモノレールを通すことはできそうな気がします。今のカーブのところの見通しが悪いだけで、その先は見通しはそこまで悪くなさそうだね。車で通る場合、気をつける必要はありますが、そこまで大変な道というわけではなさそうですね。モノレールは向こうから来て、こっち方面に進むと思われます。延伸ルートに道がないので、この道を進んでいきます。この雰囲気はもしかして？やっぱり宿場だ。この場所は、幕末の頃に宿場として栄えた、小野寺宿の考察場があったところだそうです。この小野寺宿通りは、道路拡幅と、歴史景観の再生を両立させる街づくりで整備されたとのことです。東海道53次の宿場巡りシリーズをやってるから、この小野寺宿にも興味がある。詳しく調べたいけど、また別の機会にした方がいいよね。今回は、多摩モノレール町田延伸の動画ですからね。そうだよね。この通りは、宿場って雰囲気だから、モノレールは通ってほしくないところだよね。町田延伸のルート選定に関する資料を見ると、小野寺宿通り景観形成誘導地区を避ける計画とあります。参考にした情報が間違ってるだけで、最初から小野寺宿を避けるルートで決まってたのかもしれません。小野神社前交差点を右に曲がった先に、町田延伸ルートがあります。宿場って感じのいい道だね。宿場という感じの道を通り過ぎて、先に進みます。町田延伸ルートは、この辺からこの道に出てくるみたいです。この場所は、地図の黄色い星のところです。ここから先は、しばらく既存の道があるところを進みます。町田延伸ルートは、道がないところからこの道に出て、
坂を登っていくことになります。結構な登り坂だね。そうですね。ただ、町田延伸ルートは、アップダウンが激しいようです。町田駅までたどり着けるか心配になってきた。町田延伸ルートがこの道を通る理由の一つは、ここを左に曲がった先にあります。野津田公園。野津田公園もありますが、重要なのは町田祇園スタジアムです。今いるのは、黄色い星のところです。電車で来るのは大変そうな場所だね。それについては、後で話そうと思います。地図を拡大してみます。今いるのが黄色い星のところです。ここに駅ができれば、町田祇園スタジアムにすごく近い駅になります。町田祇園スタジアムは、町田市立陸上競技場のことです。日本陸上競技連盟公認第3種陸上競技場と、J リーグ、J1 基準を満たすスタジアムだそうです。株式会社祇園がネーミングライツを取得して、令和2年、2020年1月1日から、町田祇園スタジアムになりました。契約期間は、令和8年、2026年12月31日までとなっています。契約更新がなければ、令和9年、2027年から名称が変わることになります。町田延伸ルートに戻って、町田駅を目指します。町田祇園スタジアムは、町田市をホームタウンにしている、FC 町田ゼルビアのホームスタジアムになっています。現在は、試合がある日に、駅から町田祇園スタジアムまでのバスが出ているようです。バスが出ているのは、鶴川駅、町田駅、多摩センター駅、淵野辺駅、南町田グランベリーパーク駅です。バスの所要時間は、約20分から約60分。一番近い鶴川駅からバスで約20分、徒歩で約60分の距離だそうです。一番遠い南町田グランベリーパーク駅からだと、バスで約60分かかるみたいです。ここの路線バスは本数が少ないみたいだね。そうですね。モノレールはこれよりも本数が多くなると思うので、便利になるかもしれませんね。気になるのは、新しい家が建ってたり、比較的新しそうなアパートがあったりすることです。モノレールが通るには道路を拡幅する必要があるので、用地買収で時間がかかりそうな気がします。そこは気になるところだね。町田祇園スタジアムの方から坂を下ってきました。峠越えって感じの道だったね。モノレールはこの道をさらに直進していきます。そして、その先はまた下り坂になっています。この先に見える交差点で、モノレールは右に曲がります。町田延伸ルートは、並木交差点で右に曲がります。今いる並木交差点は、黄色い星のところです。町田駅はまだ先です。地図を拡大してみます。今いるのが、黄色い星のところです。左下に見える赤い線は、ぐるっと回った先の町田延伸ルートです。町田延伸ルートとして選ばれた、B 案のルートはここで曲がりますが、B' 案はここよりも手前を曲がることになっていました。ルート選定に関する資料にある予測では、B 案は1日に7万5000人、B' 案は7万4000人の需要が見込めるそうです。費用対効果は、約、がついた数字としては、同じになっていました。でも、需要が1日2000人多いので、B 案が選ばれたということなんだと思います。ルート的にもほぼ同じで、費用対効果もほぼ同じなら、少しでも需要が多い方がいいってことなのかもね。詳しいことはわかりませんが、そういうことなのかもしれません。ちなみに、1以上だと事業として妥当とされる費用対効果は、A 案が約 1.4、B 案が約 1.1、B' 案が約 1.1、C 案が約 1.4 になっていました。そして、ここが休憩予定地のガストです。休憩しようかと思いましたが、まだ大丈夫そうなので、先に進むことにします。暗くなる前に町田駅に着きたいしね。
町田延伸ルートは、この交差点を右に曲がります。ちなみに、ここをまっすぐ進むのが C 案のルートです。この交差点は、逗子大橋交差点です。逗子大橋交差点を右に曲がると、日大三中、日大三高があります。これらの学校は、B 案が選ばれた理由の一つのようです。今いる逗子大橋交差点は、黄色い星のところです。この時点で動画は24分を超えていますが、まだまだ続きます。地図を拡大してみます。黄色い星のところが今いる場所で、C 案だと直進して左下の赤線に合流する計画でした。モノレールは、こっち方面から来て、逗子大橋交差点を右折して進んでいきます。C 案が選ばれてたら、この動画撮影ももっと楽だったんだろうね。約 3km 短縮ですからね。疲れとかも考慮に入れると、撮影時間は1時間以上短縮できたかもしれませんね。考えても距離が短くなるわけじゃないし、先に進もうか。そうですね。日大三高入口バス停のところまで来ました。長かった。反対側のバス停は、向こうにあります。この先の交差点名も、日大三高入口です。日大三高入口交差点を右に曲がると、日大三中と日大三高があります。日大三高入口交差点は、黄色い星のところです。町田延伸ルートが開業したら、登校が楽になりそうです。地図を拡大してみます。今いるのが、黄色い星のところです。通学需要を考えると、この辺に駅ができると思います。正式名称は、日本大学第三中学校と、日本大学第三高等学校です。日大三高入口交差点から約350メートルみたいですが、上り坂になってるようなので、登校は大変そうです。おそらく、この辺りに駅ができると思います。駅名は、バス停と交差点名と同じ日大三高入口かな？日大三高前とかもありそうですね。多摩モノレールには、中央大学、明星大学駅があるので、日大三中、日大三高駅という可能性もあるかもしれませんね。いつ駅名が決まるんだろう？令和7年、2025年4月時点で、町田延伸は、ルートが決まってるだけなので、まだまだ先になると思います。そろそろ本格的に動き出しそうな箱根ヶ崎延伸も、駅名はまだ決まってないようですし、箱根ヶ崎延伸ルートより距離があるし、用地買収の問題もあるから、時間はかかりそうだね。そうですね。町田延伸ルートは、この交差点で左に曲がります。交差点名がない交差点なので分かりにくい場所ですが、曲がった先の道は、桜台通りという名前になっています。直進する方向は、これから道が拡幅されそうな感じだね。道路計画があるんでしょうね。こっちが多摩センター駅方面です。この交差点を左に曲がって、モノレールはこっち方面に進んでいきます。今いる交差点は、黄色い星のところです。町田延伸ルートの半分くらいは来たかなという気がします。地図を拡大してみます。今いるのが、黄色い星のところです。モノレールは、桜台通りを通って、小山田桜台団地方面に進みます。以前に出した前編の動画はここまでで、後編の動画はここからでした。今回の動画は完全版なので、このまま町田駅まで行きます。ここから後半戦って感じだね。そうですね。前編の動画を見てくれた方ならわかるかもしれませんが、
前編と完全版では、内容が微妙に異なっています。前編と後編の動画完成後に分かったことなどを加えて、少し再編集する形で、完全版の動画を作っています。そういう意味で、総集編ではなく、完全版という名前にしました。大きく内容が変わるところはありませんが、より正確な情報になっていると思います。ここから先は後編の内容に入りますが、変更を加えたところもあるので、最後まで見てくれると嬉しいです。ここから進む道の右側には、小山田桜台団地があります。地図のピンクのところみたいです。後半戦に突入したので、改めて多摩モノレールについて説明します。令和7年、2025年4月時点で、多摩モノレールは、多摩センター駅から上北台駅が開業しています。地図の赤い線が開業している多摩モノレールです。地図の上、北の終点が上北台駅で、下、南の終点が多摩センター駅です。東京都を南北につなぐ路線になっています。通っている自治体は、多摩市、八王子市、日野市、立川市、東大和市で、全部で19の駅があります。町田延伸ルートを地図で確認してみます。多摩センター駅から町田駅までは、直線距離で約 9km あります。その間を直線ではなく、曲がりくねったルートで繋ぐのが、多摩モノレール町田延伸の計画です。地図の赤い線が町田延伸ルートです。延伸ルートは約 16km あります。箱根ヶ崎延伸の約 7km に比べると、2倍以上の距離です。多摩モノレールには延伸計画があり、以前に多摩モノレール箱根ヶ崎延伸の動画を出しました。その他にも、八王子延伸、是政延伸、羽村、秋川、あきるの延伸の構想があります。埼玉県に延伸する、所沢延伸の話もあるんだよね。当初の構想に所沢延伸はありませんが、所沢延伸の話も出ているようです。この道の先に見えてるのは、上り坂かな？登って、下って、また登るのか。町田祇園スタジアムの手前でも言いましたが、町田延伸ルートは、アップダウンが激しいルートになっています。Google マップでルート検索すると、累積標高が出るみたいです。出発地から目的地まで、合計でどれだけ登り、どれだけ下るのかを示してるそうです。それによると、今回歩いてる町田延伸ルートは、累積で、上りが175メートル、下りが167メートルとなっていました。まだまだ上り坂が続く。詳しくはわかんないけど、鉄道だったらこの坂は登れなかったりするのかな？鉄道は急な坂を登れないみたいなので、モノレールだからこそ通れるルートなのかもしれませんね。この辺で上り坂は終わりな気がします。かなり登ってきた感じだよね。途中で動けなくなる心配が出てきた。その心配もありますが、本当に延伸ルートなのかも心配になってきました。お、これは？モノレール延伸予定ルートの横断幕ですね。心配になってきたところにこの横断幕はありがたいです。この道で間違ってなかったってことだね。町田延伸ルートがこの道を通ることになったのは、小山田桜台団地があるというのが理由の一つのようです。団地の事業者は、UR 都市機構で、昭和58年度、1983年度に入居が開始されたそうです。小山田桜台団地は1618戸あり、そのうち487戸が賃貸とのことです。横断幕があったのが、黄色い星のところです。その左側、西側に団地が広がっています。ニュータウン小山田桜台の看板がありました。団地として開発された場所ですが、町田市のサイトによると、町田駅から小山田桜台団地まで、バスで28分だそうです。バスがあるとはいえ、駅から遠いのは不便だよね。最初の方でも説明しましたが、町田延伸のルート選定について触れたいと思います。間違ってる可能性はありますが、検討された4つの案のルートを地図で見てみます。検討された4つの案は、
A 案、B 案、B ダッシュ案、C 案でした。この地図が、町田延伸ルートとして選ばれた、B 案のルートです。A 案は多摩センター駅側で短絡するルートで、その短絡部分を青い線で示してあります。B 案のように大回りしないのが、A 案の特徴です。紫の線で示してあるのが、B ダッシュ案のルートです。B ダッシュ案はほぼ B 案と同じですが、B 案よりも手前で曲がるルートになっています。緑の線が C 案のルートです。C 案は、町田駅側で短絡するルートになっています。A 案と同じように、B 案に比べて大回りしないのが特徴です。全部の案のルートを重ねると、このようになります。わかりにくい地図で申し訳ありませんが、B 案は町田市内の主要拠点をおおむね通過するルートだそうです。小山田桜台団地があるのが、黄色い星のところです。C 案が採用されたら、小山田桜台団地は経由しないことになっていました。建設コストが上がったとしても、小山田桜台団地は経由した方がいいような気がするね。住民の方々にとっては、ありがたいルート選定だと思います。でも、桜台通りのルートの途中にあるこのトンネルは、モノレールを通すには大変そうな気がします。トンネルの上は、尾根緑道みたいなので、上は通らない方がいいように思います。トンネルの中を通るには、低すぎるよね。令和7年、2025年4月時点で改良中の区間に、少し変わった構造のところがあります。中央大学、明星大学駅と多摩動物公園駅との間は、一部区間が掘り割り、トンネル構造になっています。この小山田隧道も、似たような構造になるのかもしれません。そうだとしたら、トンネル部分の拡幅などで、工事は大変になりそうです。小山田隧道を抜けて、町田延伸ルートは直進していきます。ここから少し行って、延伸ルートから外れたところに、第2の休憩場所を見つけてあります。でも、日没時間を考えると、休憩できなそうです。そんな桜台通りが終わるところで、町田延伸ルートは左に曲がります。B 案が選ばれた他の理由が、この先にあります。こっちが多摩センター駅方面です。名前のない交差点を左に曲がって、町田延伸ルートは町田駅を目指します。今いるのは、黄色い星のところです。ここの交差点で、町田延伸ルートは東、地図では右に進路を変えます。地図を拡大してみます。今いるのが、黄色い星のところです。大尾林？そうです。町田延伸ルートは、大尾林大学のところを通ります。この辺りには、大尾林大学、大尾林中学校、高等学校、大尾林幼稚園があります。大尾林幼稚園はあまり関係ありませんが、大尾林大学、大尾林中学校、高等学校は通学が楽になりそうです。大尾林大学も、C 案だと通らないルートになっていました。駅ができるとしたら、セブンイレブンのあたりでしょうか？大尾林大学のメインキャンパスは、ここにある町田キャンパスだそうです。大尾林大学町田キャンパスの広さは、14万8891平方メートルで、東京ドーム約3個分みたいです。令和6年、2024年5月1日時点で、在籍者数は1万845人とのことです。他のキャンパスも合わせた人数ですが、メインキャンパスなら数千人は在籍してると思います。ちなみに、さっきのセブンイレブンは、黄色い星のところにあります。その辺に駅ができるような気がします。モノレール延伸予定ルートの看板がありました。町田延伸ルートは、この道をまっすぐ進みます。間掛交差点に来ました。この交差点で C 案のルートが合流して、すべての案が同じルートになります。町田延伸ルートとして決まった B 案のルートは、こっちから来て、この道を直進していきます。
広めの中央分離帯があるので、道路の拡幅なしでモノレールを通せるのかもしれません。調べたところ、モノレール用地として、中央分離帯の幅が確保されているようです。C 案のルートだと、こっち方面から来て、間掛交差点を左に曲がって進むことになっていました。C 案は、日大三中と日大三高、小山田桜台団地、桜美林大学と桜美林中学校、高等学校を通らないルートです。今いるところは、黄色い星のところです。この先は、長い直線になります。地図を拡大してみます。今いるのが、黄色い星のところです。右上の赤い線は、多摩センター駅方面のルートです。黄色い星のところから北東、地図だと右上にある道が、C 案のルートです。C 案だと通らない、桜美林大学前からの道も、中央分離帯にモノレール用地が確保されています。決定した町田延伸ルートは、こっち方面から来て、交差点を直進して、町田駅方面に進みます。ここまで来れば、町田延伸ルート巡りも、終わりが見えてきたはずです。暗くなる前に町田駅に着けそうだね。そうですね。でも、休憩している余裕はなさそうです。そうなのか。また団地が見えてきました。ここは、木曽山崎団地地区です。この地区は、UR 都市機構の山崎団地、山崎第二団地、JKK 東京の基礎住宅、町田基礎住宅からなる地区です。木曽山崎団地地区は、黄色い星のところです。駅から離れているので、モノレールを延伸するなら、ここにも駅を作りたいという場所だと思います。地図を拡大してみます。黄色い星の周辺に広がってるのが、木曽山崎団地地区です。建物がたくさんあるのがわかります。木曽山崎団地地区にも、短いトンネルがありました。ここは道路が掘り割りな感じで下がっているので、モノレールは上を通りそうです。気になるのはそこの歩道橋ですが、そのさらに上をモノレールが通ることになる気がします。町田市のサイトによると、木曽山崎団地地区は、1125戸あって、そのうち賃貸が9154戸だそうです。小山田桜台団地より規模が大きいんだね。そうですね。だから、検討された全ルートで、ここを通ることになっていたんだと思います。木曽団地南交差点から先は、令和6年、2024年3月23日に開通した道路です。木曽団地南交差点は、黄色い星のところです。だんだん町田駅が近づいてきました。地図を拡大してみます。道路が開通したことで、便利になったと思います。こっちが多摩センター駅方面で、すでに開通していた道路です。ここから先が約1年前に開通した道路で、町田駅方面に向かっています。モノレール用地として、中央分離帯が広く作られています。令和6年、2024年3月23日に開通したのは、木曽団地南交差点から、町田市民病院東交差点付近までの約800メートルです。町田延伸ルートは、町田市民病院のところで左に曲がります。あと800メートルは長い。こっちが多摩センター駅方面です。こっちがこれから行く町田駅方面です。桜台通りが終わってから、思ってた以上に長かった。もう帰りたい。町田市民病院が見えてきました。そろそろゴールの町田駅？実は、町田駅まではまだあります。桜台通りを過ぎてからまっすぐ進むだけだったので、事前の調べが少なくて、もっと短い間隔になっていました。それもあって、休憩なしで町田駅まで行けると判断していました。やっと町田市民病院のところに来ました。ここから先は、道がなかったり、狭かったりする区間になります。町田市民病院があるのは、黄色い星のところです。ここからまっすぐ町田駅を目指すのではなく、遠回りして町田駅に行きます。
地図を拡大してみます。町田市民病院のところを直進した方が近道ですが、町田延伸ルートは大回りをして、町田駅に向かいます。この先に交差点はありますが、モノレールは交差点手前の建物があるあたりを通ります。ここにある看板は、道路事業に関するものでした。新しくできる道路が、町田延伸ルートです。道はあるけど、かなり拡幅される計画なんだね。モノレールを通すには、それなりの道幅が必要ですからね。それなのに、この先は狭い道だったり、道がないところだったりが続きます。その区間だけでも、完成には時間がかかりそうです。モノレールはこっちの方から来て、今は建物があるところを通って左に曲がっていきます。道がなさそうなので、この先の交差点を左に曲がって、町田延伸ルートをたどることにします。狭い道を通るんだね。この先は、こんな感じの道が続くみたいです。道路の境界から建物が離れてるけど、駐車場とかがあるのかな？今いるのは、黄色い星のところです。進行方向に向かって右側、地図だと下側にあるのは、今日はキリンの東京リサーチパークです。道路境界と建物が離れているのは、都市計画道路の設置を見越して開けてあるからだそうです。金額さえ折り合えば、この辺の用地取得は早そうだね。そうですね。開けてあるスペースを考えると、左側への拡幅は必要ない場所もあるかもしれませんね。ここにも道路事業の看板がありました。町田延伸ルートの予定地には、道がないところもあるので、今ある狭い道を通って進もうと思います。間違えそうになりましたが、ここは直進します。道路的には道なりではなく、左折ということになると思います。さらに狭い道になったね。住宅街な感じなので、撮影は最小限にして通り過ぎようと思います。狭い道を進んでいくと、町田中央公園の横を通ります。計画では、町田延伸ルートが町田中央公園を通ることになるようです。今いるのは、黄色い星のところです。町田延伸ルートは、町田中央公園の端を通るみたいです。さっきいたところから60メートルくらい進んだところに、道路予定地の看板がありました。道路予定地は小さなスペースですが、ここの道が拡幅されることがわかります。町田中央公園には、体育館、野球場、テニスコートなどがあるそうです。町田延伸ルートの道路予定地は、体育館と野球場にはかからないようになってるみたいです。今いるのは、黄色い星のところです。町田中央公園の横の道が曲がるところにいます。道路の拡幅計画を見ると、この道は右側に拡幅されるようです。本当に、ここにモノレールが通るのか疑問に思うような道です。でも、町田中央公園は町田市の土地だと思うので、用地買収の必要がないことになります。道路の拡幅やモノレール延伸を考えると、費用や時間の節約になるルートだと考えられます。それに加えて、体育館や野球場へのアクセスも改善されるかもしれません。不自然な感じに遠回りするルートなのは、町田中央公園へのアクセス改善が目的なのかな？その可能性はありそうですよね。ただ、遠回りするのには、別の理由もありそうです。それについては、理由と思われる場所で触れようと思います。右側に見える建物が、町田中央公園内にある、三町田朝日体育館です。体育館の道路側にある駐車場と思われる場所は、拡幅された道路になる予定のようです。
道路事業の看板の地図を見ると、どの辺りを道路が通るようになるかがわかると思います。この暴走シートと思われるもので覆われた辺りは、道路になる場所ですね。交差点を渡った先も同じようになっていますが、その先の民家のところを道路が通ることになります。こちら側には、道路予定地の看板があります。今いるのは、黄色い星のところです。町田延伸ルートは直進しますが、令和7年、2025年3月時点で、民家などで道路が細切れになっている状態です。この先は、特に何かがあるというわけではなく、道がない区間が断続的にある状態です。少し省略しながら紹介していこうと思います。まっすぐ行くと民家がありますが、町田延伸ルートは直進していきます。比較的新しそうな家だけど、立ち退きになるのか。この辺にモノレールが通る予定です。次の場所は、黄色い星のところです。町田延伸ルートは向こうの方から来て、この交差点のところを直進していく計画だと思います。直進すると、何かの敷地を避ける形で道が曲がっています。ここにあるのは、東京都立町田高等学校です。航空写真を見ると、道路予定地に校舎はないようですが、校庭などがかなり削られてしまいそうな感じです。ウィキペディアの町田高等学校のページを見ると、将来の出来事として、グラウンドの一部などの閉鎖が書かれていました。ここも、用地の確保という意味では、楽そうだね。町田高校の先にも民家があります。新築に見える家もありますが、そこも道路予定地になっていると思います。次の場所は、黄色い星のところです。町田延伸ルートの赤い線は大体で引いてありますが、実際はもう少し左下、南西を通る気がします。この先も、町田延伸ルートは、民家があるところを通ります。この道路も拡幅されると思うので、道路沿いの建物に影響が出るはずです。直進できる道がないので、近くの道を通って進みます。次の場所は、黄色い星のところです。町田延伸ルートは、小田急小田原線を越えていきます。この下に、小田急小田原線が通っています。町田延伸ルートは、この橋の向こう側を通って、小田急小田原線を越える予定です。左が多摩センター駅方面で、右が町田駅方面です。次の場所は、黄色い星のところです。この先にも学校があります。町田延伸ルートがどこを通るか正確にはわかりませんが、目の前にある町田市立町田第二中学校をかすめていきそうです。町田延伸ルートは、おそらくここをまっすぐ進みます。次の場所は、黄色い星のところです。町田第二中学校沿いの道です。町田延伸ルートは、この辺を進んでいくようです。撮影時は方向感覚がわからなくなっていましたが、町田延伸ルートは高いところにある民家のあたりを通るみたいです。右に見える電線のところに、これから行く道があると思います。また道がないので、近くの道を通っていきます。右に見えるのは、芹ヶ谷公園です。芹ヶ谷公園は、豊かな緑と水の中に彫刻が点在する公園だそうです。敷地面積は約13万8000平方メートルで、東京ドーム約2.9個分です。
町田駅から徒歩で約13分らしいので、モノレールの駅は、もっと近いところに設置するはずです。これが、少し遠回りして町田駅に行く理由の一つだと思います。町田延伸ルートは、奥に見える町田第二中学校の方から、民家があるところを通って、こっちの方に来ると思います。そして、この辺りで右に曲がって、芹ヶ谷公園内を通って、町田駅を目指します。この場所は、黄色い星のところです。ここで進路を変えたら、町田駅までまっすぐ進んでいきます。公園内をモノレールが通る計画なんだね。景観的にどうなのかなとは思いますが、そういう計画みたいです。次の場所は、黄色い星のところです。町田駅付近はモノレール用地が確保されていますが、ここはまだ用地が確保されていません。町田延伸ルートは、向こうの方から来て、ここを直進していくことになると思います。今歩いている道はカーブがありますが、道路計画としては、町田駅からさっきの辺りまで直進することになっています。芹ヶ谷公園の敷地内も含めて道路計画に入っているので、どのように整備されていくのかが気になります。道の途中に地図がありました。赤枠のところに道路が通ることになります。赤枠の左下にある道路が延伸して、さっきの場所まで行く計画です。その道路が、町田延伸ルートになっています。町田駅に続く大通りのところまで来ました。この大通りは原町田大通りで、この道が延伸して、芹ヶ谷公園の方まで行きます。ここからは、モノレール用地が確保されています。今いるのは、黄色い星のところです。町田延伸ルートと交差してる道を左上、北西に行くと、さっき通った町田市民病院のところの道に続いています。町田中央公園とか、芹ヶ谷公園を経由しないなら、モノレールはこの交差点で曲がることになってたのかな？そんな気がします。遠回りする必要がなければ、町田市民病院のところを直進した方が良さそうですからね。町田市民病院方面の渋滞がいつも通りなら、渋滞対策も兼ねた道路計画が立てられてたと思います。でも、現在の町田延伸ルートによる道路計画でも、経路が増えることになるので、渋滞対策にはなりそうです。モノレールは、原町田大通りの中央分離帯を通ります。ここにも地図があったので、延伸ルートを確認してみます。地図の現在地から右方向に道路が延伸して、そこに町田延伸ルートが通ることになります。今ある道は、歩道になるくらいな感じかもね。そんな感じですね。JR 町田駅と、小田急線町田駅は少し離れています。原町田大通りをまっすぐ進むと、JR 町田駅があります。でも、多摩モノレールの町田駅は、その手前にできると想定されているようです。町田駅より先に延伸計画がないことと、用地の問題が関係しているのかもしれません。令和7年、2025年4月時点で、駅の位置などはまだ決まっていません。そのため、多摩モノレールの町田駅の場所については、完全な推測になっています。次の場所は、黄色い星のところです。もう少しで、多摩モノレールの町田駅の予想地点です。ここで、中央分離帯がなくなります。この先は、道幅が狭くなっているような気がします。中央分離帯がなくなった分だけ、道幅が狭くなってる感じがするね。ここにモノレールを通すと、さらに道幅が狭くなって、車の通行に支障が出そうな気がします。でも、多摩モノレールの町田駅設置が想定されてるのはこの先です。この奥に JR 町田駅があります。その手前にあるビルとビルをつなぐ通路あたりに、多摩モノレールの町田駅ができると想定されているようです。その近くに行ってみましょう。両側のビルは町田東急ツインズで、それらをつなぐ通路はクリスタルブリッジです。その下の道は、モノレールを通すには狭いような気がします。
ここがクリスタルブリッジの下です。バス停を動かさないと、モノレールの駅の設置は難しい気がします。道路の拡幅もできないだろうし、どうするんだろうね。詳しい計画が出てくるまで、待つしかないですね。駅の位置はわかりませんが、町田延伸ルートを歩き切ることができました。JR 町田駅の証拠写真。小田急線町田駅の証拠写真。道幅のことを考えると、中央分離帯が終わるあたりに、多摩モノレールの町田駅ができるような気がします。JR 町田駅とはペデストリアンデッキで繋いで、小田急線町田駅は地上を行くというのがいいかなと思います。駅の位置などの情報が出てきたら、駅予定地巡りをすることも考えています。ということで、今回の深掘り旅、多摩モノレール町田延伸完全版は終わりです。それでは、また別の地でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価で、僕たちの旅を応援してくれると嬉しいです。